ついにこの日が来てしまいました。プロクリエイトの発売日でございます。見てくれます？はい、皆様、7月の4日月曜日、アミティ先生のプロクリエイトの本発売日でございます。先に Amazon でね、予約購入してくださった方もありがとうございます。7月の4日から全国の書店にてプロクリエイトの本が発売されます。名前がこちら。来い。はい、来ました。iPad で描こうプロクリエイトイラストテクニックでございます。見てください。この分厚さとこの高級感。もう大満足の仕上がりでございます。今日はこの帽子ですね。彼女とおそろにして、配信させていただいております。もうここにね、私の YouTuber3 年分の知識がもう全部詰まっております。やりきったと言っても過言ではないぐらい、もう全部私の知識をこの中に詰めました。今までね、2冊、iPad 本を出させていただいてるんですけど、1冊目がこの iPad Creative ね。で、2冊目が Illustrator for iPad Creative Book っていうものなんですけど、どれもね、すごい知識を埋め込んでるんですけど、その中でも一番今回が、分厚いというか、たくさんの、情報量、チュートリアル、もういっぱいいっぱいいっぱいこの中に詰まっております。で、なんと、これで、2420円でございます。2420円。めっちゃ安いと思うの。もうこんだけ詰まって2420円なのみたいな、ちょっと私がツッコミを入れたくなるぐらいなんですけども、それぐらいですね、もうめちゃくちゃ頑張った本になりました。で、今日はですね、ちょっとこの本の中身をチラ見せしていきたいと思うんですけれども、ちょっとね、今回のこだわったポイント先に話していいですか？今回はですね、このサイズにしました。前の本、これですね、イラストレーター iPad for iPad Creative Book の方はちょっと大きい A4 サイズにしてたんですけど、やっぱりちょっと持ち運びだったりとか、こう、カバンからスッと出した時のスタイリッシュさにこだわりまして、英語の形にしました。で、これ iPad 11インチとですね、ほぼ変わらない大きさでございます。なので、女の子とかね、バッグ小さい人とかも結構いると思うんで、iPad とこの小さい本をね、持って行って、ちょっとカフェで、こう、プロクリエイトの勉強しながら絵を描くみたいな感じでやってもらえたら嬉しいなと思って、このサイズにしたので、そういったところもですね、注目ポイントということで、早速ですね、中身をチラ見せします。はい。で、全部でですね、このプロクリエイト本、220ページぐらいあります。で、アミティ先生の YouTube 見てる人だったら結構ね、分かってる人も多いと思うんですけど、やっぱり本屋さんとかで見つけてくれた人は、このプロクリエイトってそもそも何っていうところからね、わからない人たちもいると思うので、結構初心者向けにもすごく解説しています。基礎的なね、こういうクイックシェイプとは何かだったりとか、あとはカラーですね。結構このカラーパレットとかもすごいタブがあってややこしかったりするので、その辺とかもね、しっかり解説してます。これ、アミティ先生の NFT です。アミティ先生の NFT。iPadMate NFT。この前紹介したんですけども、それも7月のね、16日公開ということで、もうね、ずーっと大忙しだったわけなんですけれども、はい、こんな感じでね、基礎のところもね、しっかりと説明しております。で、初心者だけじゃなくて、中級者の人とか、選択と変形とかね、意外と知らない人多分多いと思うんですよ。変形ツールってね、ものすっごいいろんな使い方ができるんですけども、それの基礎的な変形のやり方とか紹介してたりとか、あとは調整パネルね、皆さん調整パネル使ってます？色変えたりとか、歪ましたりとか、あとはなんかぼかしたりとか、もう色をめちゃくちゃ変える、ブラーつけるとか、いろんなこう画像加工ができるツールなんですけど、この調整パネルも知らない人結構たくさんいるんで、これもちゃんと一個ずつね、わかりやすく説明してます。
で、それが基礎的なところが3分の1ぐらいで、あと3分の2。こっちの部分、3分の2はですね、全部応用チュートリアルになります。基礎の部分ではツールにフォーカスして説明してるんですけど、応用のところは、こういうデザインを作るにはどういうステップを踏んでいったらできるのかとか、そういうのね、デザイン初心者とかイラスト初心者の人とかわかんないじゃないですか。じゃあ、このイラストを描くにはどの機能を使ってどうやって描いていくのかっていうのをですね、この応用のところでたくさん紹介してます。多分ね、そっちの方が、実践的というかね、覚えられますね。実践でやってった方が、これはこういう風に使うんだとか、こういう時にこの機能が使えるんだっていうのをね、多分応用をやった方がわかると思うので、ぜひね、応用にもチャレンジしてほしいなと思います。で、すっごいたくさんあるんですけど、これページを重ねれば重ねるほど、どんどん難しくなっていきます。最初の方はですね、こういう縁文字ブラシの作り方とか、すごい簡単にできるんですけど、こういうブラシの作り方とかは結構初心者向けですね。だからマップの作り方、これとかも結構初心者向けですね。で、あとは LINE スタンプもありますよ。みんな大好き LINE スタンプ。LINE スタンプの作り方をね、かなり丁寧に教えてます。キャンバスの設定のところから、あと LINE スタンプの登録方法とかもね、しっかりと載せてるので、これ見たらもう LINE スタンプ登録のところまでできるようになると思うので、ぜひチャレンジしてほしいなと思います。で、この辺からちょっと難しくなってきますね。こういう、パンケーキのポスターを作ろうっていうチュートリアルなんですけど、マスクとかを使わなくちゃいけなくて、そのマスクの細かい設定とかがちょっと中級者向けになってきます。あとはね、こういうチョークボードに描くようなイラスト、こういうのね、これ一回 YouTube でやりましたね。これやってないんですけど、こういう感じの、チョークボードにコーヒーのイラストを描くっていうチュートリアルなんですけど、これね、私よく行くスタバでメニュー見てたら、スタバのメニューってこんな感じになってるんですよ。で、これ iPad でできると思って、でもそこのカフェでね、スタバのメニューを見ながら、こんな感じかなって言って、見ながら書いてできたやつがこれですね。こういうちょっとね、おしゃれなカフェメニューみたいなのを作りたい人とか結構いいんじゃないかなと思います。で、YouTube で動画上げてるやつも載せてます。これ結構昔にやったネオンクラゲの描き方とかですね。ここの QR コード読み取ってもらったら、動画を見ながら、紙でも見ながらできるっていうような感じにもしてます。で、あとはメンバーシップでやったチュートリアルとかも入れてますね。これね、結構難しいんですけど、このペンギンさんの、ノイズブラシを使ったペンギンのイラストの描き方なんですけど、これね、メンバーシップでやった時結構みんなヒーヒー言いながら頑張ってついてきてくれてたやつなんですけど、そういうのとかも載せてます。もう本当にね、チュートリアル多すぎて、全部今紹介することはできないんですけど、あとはキャラクターデザインとか、あと私がお気に入りなのはこういう、イラストレーションフォトグラフィーという写真に絵を乗っけていくスタイルのデザインだったりとか、あとは最後に、難しいやつ、建築スケッチにチャレンジっていうね、こういうね、ニーズにも合わせてチュートリアルを載せてます。で、今回ですね、スペシャルサンクスということで紹介したいんですけども、私が講師を務めた美大生3人にですね、今回このプロクリエイト本のチュートリアルの部分にですね、協力してもらいました。ファッションスケッチ、キャラクターイラスト、あとは建築デッサンですね。この3つのイラストは、美大生の子たちに描いてもらいました。11月、12月、1月かな。私、京都芸術大学で、情報デザイン学科のイラストレーションコースっていうところで、先生をさせてもらったんですけども、そこでプロクリエイト本出すんですけど、手伝ってくれる人いませんかっていう風に募集したら、3人の子がね、手を挙げてくれて、他にも手を挙げてくれた子はいたんですけれども、その中からちょっとオーディションという形でね、させてもらって、3人選ばせていただいたんですね。で、基本的にこういうチュートリアルにしてっていうのは私の方からお願いしてて、例えば描画ガイドを使ってねとか、グラデーションツールっていうのを教えたいからそれを使ってほしいっていうのは私の方から3人にお願いしたんですけども、絵を作ってくれたのはこの3人の女の子ですね。概要欄の方に彼女たちのリンクというか、プロフィールリンクみたいなのを載っけておくんですけども、はい、こんな感じでですね、今回は、私だけじゃなくて、他のクリエイターですね、学生の子たちにも協力してもらったよ
よということで、そこもね、ちょっと注目して見てもらえたら嬉しいなと思います。はい、こんな感じで中身紹介以上にしたいんですけども、さっき言ったように、最初の方は簡単なんですけど、だんだん難しくなっていきます。上級者の方も最後の方になってくるとちょっとうってなってくるかもしれないんですけど、これをですね、ぜひ皆さん夏休みの宿題にしていただいてですね、これと iPad を持ってね、カフェとかに行って、最初からやっていくと。で、終わりまで行ったらもうプロクリエイトマスターでございますよ、皆さん。もうゲームコンプリート。で、私が会社員だった頃、東京の広告代理店で働いてた頃からプロクリエイトを使ってて、他にもいろいろアプリを試してみたんですけども、やっぱりこのプロクリエイトがもう王者というか、もう絶対にこれ以外考えられないっていうぐらい私はこのアプリが大好きなんですね。で、会社員の頃もなんか CM 作るってなったらその絵コンテをプロクリエイターで描いてみたりとか、あと撮影ね、写真の撮影するときに、カメラマンさんにこんな感じで撮ってほしいっていうのをラフスケッチで描いてあげたりとか、あとはこう、クライアントさんのところに行ったときに、色がちょっといまいちだって言われたら、もうその場でプロクリエイターが刺さって色変えてあげたりとかね。本当にね、それぐらいなんか思い入れのあるアプリだし、このプロクリエイトのおかげで私は YouTuber としてなんか有名になれたというか、ここまで来れたし、改めてね、なんか自分がやってきたことがなんか間違ってなかったんやなっていうのを思いました。で、クリエイティブにね、あんまり関心がないとか、自信がない人、デザインなんか自分はできないとか、イラスト下手やしっていう人も、なんかこの本を手に取って、あ、こういう機能があるんだとか、あ、こうやって作るんだっていうのが、こう脳にインプットされると、それでなんかアイデアとかって出てきたりするんですよ。なんか街中で見てて、あれ、プロクリエイトのあれ使ったら書けるわ。じゃあ自分はこんなの書いてみよう。とかって、すごいこう、ひらめきがね、多分出てくると思うんで、ぜひね、その自信がない、クリエイティブに自信がないっていう人も、一回ちょっと目を通してもらえると嬉しいなっていうふうに思います。で、もうすでにイラストレーターとかクリエイターとして、活躍されている方はですね、もっと、こういう使い方があるんだよとか、こういう隠れ技があるんだよっていうのもですね、この本の中に全部凝縮してますので、できればこの最後の方とかね、めくってもらって、新しい技をね、こう吸収してもらって、自分の表現の幅みたいなのを広げていってもらえたら嬉しいです。はい。ということでですね、日本に一人でも多くの、iPad クリエイターが増えるのをアミティ先生は願っております。ぜひプロクリエイト本、見てもらえると嬉しいです。はい。ということで今日の動画は以上にしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。では次回の動画で。バイバーイ。